皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと困ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の裏側にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日は愛嬌というキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。今日はこちらの本、仕事ができる人は知っている媚びない愛嬌力からタイトルにもなっている愛嬌についてお話をします。皆さん、愛嬌という言葉は知っていますか？おそらくこれにぴったり当てはまる言葉は他の言語にはないんじゃないかなと思っています。私的には愛嬌がある人というのは憎めない人という印象が強いですね。憎めないは欠点があってもなぜか嫌いになれない、許してしまうという意味ですね。私の母、お母さん世代の人たちはちょっとだらしなかったり約束を守らなかったりしてもなぜか許せてしまう人を愛嬌がある人と言っていました。時々空気を読まないことを言ったりしたりするんですけど、なぜか憎めないみたいな感じ。完璧じゃないからこそ愛されるという感じがしますね。愛嬌がある人は笑顔が素敵な人が多いですから、厳しい社会の中では人を安心させる力があるのかなとも思います。この本では愛嬌と媚びは全く真逆だと言っていますね。その違いは心の矢印がどこを向いているかですね。自分のメリットや損得ばかり考える媚びは矢印が自分向きなんですね。対して相手を尊重して純粋に興味を持つ愛嬌っていうのは矢印の向きが外側、相手に向いていると。この定義はなかなか面白いですよね。日本のビジネスでは能力の高さだけではなくて、この人と一緒に仕事をしても大丈夫かという安心感が重視されるんですよね。愛嬌力の要素として、これもまた面白かったんですけど、この本では、礼儀正しく人に安心感を与えるというのも出てくるんです。敬語とか丁寧な言葉遣いは単なるルールではなくて、あなたを雑に扱いませんよっていうサインになるんですよね。安心装置として機能するということかなと思います。以前紹介したこの本、この正直に語る100の講義、この本でも似たようなトピックが実はあったんですよ。例えば、金というかお金というかで、その人が対象をどう扱っているかが現れるという話でした。呼び方一つで相手や物事との距離感とか敬意がにじみ出るというものですね。敬語はあなたの立場を侵しませんっていう意思表示になります。でもずっと敬語を使い続ければいいというわけではなくて、信頼ができた後はあえて外したり敬語を使わなくすることで距離が縮まることもあるんですよね。日本語はこの相手が安心できる距離をどう保つかみたいなのがとても重要になってきますよね。ちょっと話がずれましたが、愛嬌はもちろん万能じゃないですよね。相手を安心させる力がある一方で、それを常に求められる立場になってしまうと、特に日本人の場合は危なくて、自分の本音を後回しにして、相手のことばっかり気にかけてしまうようになる危険性があります。愛嬌は使いこなすものであって、自分を削ってまで差し出すものではないかなと私は思ってます。皆さんの国ではこの愛嬌に近い言葉はありますか？あとはビジネスの場面でも愛嬌は大切だというふうに言われていますか？ぜひコメントで教えてください。
もし今日みたいに日本語の意味だけではなくて、その裏側にある考え方や距離感まで一緒に練習したいという方は、プレプリで私は日本語レッスンをしています。詳細は概要欄にまとめてあるので、ご興味のある方は見てください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。